初めての新幹線キャンプ。愛知県の方でキャンプをするので新幹線に乗って行きます。お水を買い、サンドウィッチはぐっと我慢しておにぎりを買いました。前もって窓側予約してたら隣に人がいて結構キツキツです。新幹線はおにぎり飲んで寝るに限ります。一席でザック背負ったり下ろしたりするの大変だったけど、なんとか移動できそうです。名古屋から豊田市に向かうのですが、地下鉄が少し遠くて迷子になりそうでした。楽しそうにキャンプをしてるポールを発見。かわいい。なんとか間に合って一旦乗りますが、もう一度乗り換えをします。鈴つけてないのにザックから鈴のような音がリンリンします。五木曽駅の鶴舞線に乗り換えるのですが、ここからが私には難しかった。1に行かない。どこに行ったら一番線に行けるの？一番線どこ？一番線が目の前に出てきてほしいと心から願ってます。2番線に行ってたので一番奥にあるエレベーターまで突っ走りました。1番線着いたけど時間間に合わなかった。とりあえずあと10分。次の電車が10分後なのでとりあえずお菓子を買います。お願いします。電車待ちでぼーっとするのが止まりません。豊田市に行くにつれて緑と青空がどんどん綺麗になっていきます。真緑で美しい。駅名に市が入ってるのも珍しいですよね。電車を降りたらバスに乗り換え、徒歩15分前後でも着くのですが、バスでスタジアム東バス停で降りたいと思います。うわー、すごい。一面なんかのお花があって綺麗だ。今回の重量は全部で20キロ超えぐらいなので、いつもよりは10キロ軽い。カートがないだけでだいぶ楽になります。橋かっこいい。何これ、ムーンライトみたい。あそこに今日はトヨキャンという普段は禁止されている公園でキャンプができるイベントにやってきました。普段の公園利用ではキャンプやバーベキューはできません。はい、裏側にもろもろのはい、わかりました。私の後ろには水面が輝いてて綺麗です。今日はザック1個だけだからいろいろ持ってきてない。風どっちから？後ろから風来るな。隣の子ソロキャン女子かも。かわいい。同世代ぐらいのキャンプ女子ってリアルキャンプでほぼ出会ったことがないのですが、真隣にいてとっても微笑ましくなりました。
見てこの画面真っ青。ちょっと木は映ってるけど、なんかすごく空に近い感じがします。だいたいいつも木に囲まれてるところに行くので、こんなに青々とした空は初めてかもしれません。いっか、間違えても。前後ろ間違えて立てちゃったんですけど、まあどっちにしろ使えればいいんで大丈夫です。少しでも地面からの冷気を防ぐために広めのグランドシートを買いました。ここで草だからさ、クッションなんだけど、このクッション気持ちいいです。虫野鳥だ。虫。サッカーで待ってってありだな。かわいい。子供ちっちゃい。綺麗。すごく広い河川敷公園なので人は結構多いんですけど、しっかり間隔を空いてプライベート空間保てるのがめっちゃ良かった。薪とゴミ袋お願いします。はい。けど、すいません。はい、大丈夫ですよ。すいません、ありがとうございます。はい、全くいいですよ。はい、ありがとうございます。すいません、ありがとう。楽しく過ごしてください。はい、楽しく過ごさせていただきます。失礼いたします。はい、ありがとうございます。係の方の優しさに感謝です。エジプトだ。なんかのあれやってるらしい。うわ、スタジアムに光ついた。めっちゃ大きい月だ。今日満月だ。すごい綺麗。トイレは女性用2つ、男性用2つで入り口にあります。床にライトがついてるので夜でも安心できる。はい、捨て場と水道がこちらです。あくまで公園なのでお水や手を洗ったりするのがメインで、油物が多いものを洗うと汚してしまうので控えてくださいとのことでした。紙皿とかお皿拭き取るシートがあったら良いかもしれません。モロコ高い。いただき物のシルコサンド、初めて食べましたが意外と硬くて美味しい。いただきます。美味しい。これもっと柔らかいかと。結構飲んじゃった。よし、薪割るか。満月なのにさ、木にかぶって見えないの、私が。たまたまね、他の人のところからは見えるんだけど、この奥の黄色くなってる実みたいなのが満月。でも多分あともうちょっとしたら上がってくるはず。シルコンサンド美味しい。美味しい。詰め食べちゃう。すごくない？アマゾンとかより多くて2000円だわ。今日こそ斧持ってくる日だったんじゃない？斧置いてきちゃった。今日は少しでも軽くしたかったので使わないものは徹底的に置いてきました。やばい、ボトニングできない。諦めよう。諦めの速さは天下一品です。めっちゃ月満月だ。最高。何もない分風も直に当たるので焚き火の火が強くなりがちです。この日は一回も火吹き棒を出してなかった気がします。幸せだ。めっちゃ重いんだこれ。多分2キロぐらいある。握力ないので手持ちは重く感じちゃう。洗い物ができない。買ってくれた保冷剤。ダイソーで買ってきた保冷剤ちゃんと生きてた。今回の動画のご飯は名古屋飯を意識しています。意識してるだけで
再現したとは言ってません。家で食べてるやつ。あ、やば、ぬる、めちゃくちゃぬるいんだけど。外が肌寒いので、ぬるくても多少温度調整できていいかもしれません。おでんの色が見たことない濃さでびっくりしました。具材がわかねえよ。ちょっとね、暗すぎて何が入ってるかはわかりません。闇おでんを温めます。飲み切っちゃった。まだご飯食べてないのに。これでいいな。薪が手元にたくさんあるので簡易的なテーブルを作る。ちょっと意外とかったるか。置いてみるか。まあ意外といけるね。お湯を沸かしたいだけなので、まあ濡れても大丈夫。お、いけた。しみしみや。しみしみ。最初の色の濃さからもうしみしみに見える。まずはさつま揚げからいきます。こんな色濃くなるんだなぁと思いながらお汁飲む。これあんこじゃないよね。これが名古屋名物味噌おでんの味噌をつけてみます。10月下旬だったので少し肌寒くなり始めたおでんだったからとってもしみしみ。おでんだけじゃなく心にもしみます。焼酎にする。3本目開きました。いいけど美味しい。この前のキャンプで飲んで美味しかったからもう一回買った焼酎ソーダ。豚もつ。私の出し方的にチョコソースみたいですが味噌です。味濃そうで濃くないけど味噌のコクがたまらないから、今度は雪の中で食べてみたいおでん。子供たちもいたので夜結構騒がしくなるのかなと思ったけど、意外と静かでのんびりみんな過ごしてました。スタジアムのライトがめっちゃ安心感ある。今度は何を作るでしょう。ちょっと贅沢しちゃってうなぎ1匹買ってきちゃいました。名古屋飯作ろっかなって決めて真っ先にうなぎが浮かんだ。おでんも最後の方冷めちゃったのでまた温め直してる間に汁粉サンド。あと1個しかない。汁粉サンドはお酒が進む。ひつまぶし作ってたのにデータがぶっ壊れました。すいません。完成したものをお届けします。私のイメージでは名古屋といえばモーニングとひつまぶしなのですが、
そのひつまぶしが地元のキャンプ場で食べられてとっても嬉しいです。ひつまぶしはもっと身を刻むと思うんですが、ちょっとめんどくさいのでスプーンでほぐしながら食べていきます。満月見ながら食べるひつまぶしも最高です。本当にラスイチのシルコサンドを食べて月を見ながら焚き火を見る幸せ。月ってキャンプ場だとなかなか見えないんですよね。だいたい木に囲まれてて真上見上げたり移動中にちらっと見えるぐらいなので、眺められるのは何年ぶりだろう。ささっと使った食器類を拭いていきます。スタジアムに行くとトイレがあって手を洗う場所もあるので、ここで顔を洗いました。スタジアムの階段を降りるとすぐに公園につながります。寒いので水を温めただけなものを飲んで安心して眠ろっかな。久しぶりにキャンプ場でぐっすり眠れました。この日だけなのかわからないんですが、スタジアムの明かりが夜通しついててとっても安心感があった。なんかあっても人いるし、すごく守られてる気分になりました。特に最近カンソロ多かったので、人がいるってこんな安心感あるんだと思った。阿蘇は名古屋といえば勝手に小倉トーストをイメージしてたので、パンをスキレットで焼いていきます。ただ思ったほど焦げなくて逆にびっくりしちゃってました。トーストは表面がカリカリカリっていう音がしたら食べ頃の合図。スーパーで売ってた米田コーヒーの小豆のあんこみたいなのを持ってきました。私、缶詰の茹でられた小豆がこの小倉トーストの上に乗ってるあんこだと思ってて、それ知らなくて母に注意されました。私みたいに茹で小豆潰せばあんこになるって思ってる方もいるかもしれないので、恥ずかしいけど共有します。このバターは絶対的に食べてるうちは溶けないのでかじりつくことにした。トーストの上に硬いバター乗せるって昔から難しいと思ってはいたんですけど、今度から溶けないときはかじってみることにします。私以外の食べ方で何か正解があったら教えてください。こういう真ん中にバターが置いてるパンってどうやって食べるの？空見てたらもうパンがなくなってきました。分厚い食パントーストにしたかったので4枚切りのものを買いました。木と木の間にハンモックは吊るしてるの見たことあるけど、ブランコ吊るしてる家族がいてめっちゃ羨ましいと思いました。結構簡易的なシステムだとは思うんですけど、ちっちゃい頃だったら絶対混ぜてって誰かに言ってもらってました。階段で靴ひもほどけるとすごいバランス感覚必要です。よいしょ、足腰がボロボロだ。階段使った方がスロープ取らなくていいから早い。多分バス停までは5分あるかないかぐらいの距離を歩くのでとっても早い。なみなみだ。スタジアムの横を通り過ぎて、あとはまっすぐ下るだけです。すごい緑畑、緑じゃない、ピンクだ。みんな走ってる。
回の新幹線キャンプいかがでしたでしょうか。初めての新幹線で結構戸惑うことも多かったけど、結果的に見晴らし良くて楽しくて最高でした。女性キャンパーさんや神キャンさんも数多くいたので、とても安心して過ごせる公園のキャンプイベントでした。最後は新幹線に乗って東京へ戻ります。とっても酸っぱい炭酸水を飲みながら帰ろうと思ったら、今度も新幹線隣に人がいました。最後までご視聴ありがとうございました。またね。